Hello everyone、宗藤ちゃんです。本日の動画はグリーンウッドから作るクグサの作り方。クグサをバックソー、手斧、ナイフ、ノミなどのハンドツールだけでリンゴの木のグリーンウッドからブッシュクラフトカービングしたいと思います。できるだけ分かりやすく解説していこうと思いますが、分からないことやこうしてほしい、こうしたらいいんじゃないとかあれば是非コメント欄の方によろしくお願いします。できるだけこれからの動画に反映させていきたいと思います。それからいいねボタン、チャンネル登録、通知オンしてもらえると励みになります。よろしくお願いします。それでは行ってみよう。前編では 90% ぐらいまで形を出したクグサを後編では乾燥させて仕上げていきます。もし前編の視聴がまだの方は上にリンクが出ていますので、そちらを先に見ると流れが分かりやすいと思います。しっかりと水を拭き取り、クグサを大きめのビニール袋に入れて膨らますように口をくくります。それをスペースがあれば冷蔵庫、なければ冷暗所に置きます。朝と晩半日ごとに袋から出し、袋を裏返して水滴がついた内側を外側にしてクグサを中に戻して同じように口をくくります。これは乾燥のスピードを遅くして割れが入らないようにしているんです。生木が乾燥し割れが入るのは木の中と外側の乾燥が同じスピードでは進まないために、縮む速度の違いから割れが来てしまいます。木の中は濡れたまま縮まらないのに、外だけが乾燥が進んで縮んでしまうので、あちらこちらに割れが入るわけです。割れを犯さないためには中も外も同じ速度、もしくはそれに近い状態で乾燥を進める必要があります。そのためにビニール袋という限定された空間で徐々に水を抜いていくわけです。袋に入れて乾燥工程3日目にクグサの表面に黒い点が無数に出てきました。脳みそクグサを作った時にも同じくらいの時に同じようにカビが出てきました。最初はどこかでカビ菌がついたのかなと思ったのですが、同じ木で同じタイミングで出てくるところを見ると、この木にもともと存在している菌が芽を出してきたのだと思います。ともかくこれ以上繁殖されては困るので、クグサが十分に浸かるぐらいの水道水に 3% ぐらいのブリーチを入れた溶液を作ります。僕の場合は2リットルの水にキャップ2杯、1杯約 30ml なので 60ml 入れました。これにクグサを2時間ほどつけておきました。カビの黒い点はきれいになくなりました。溶液を拭き取り、表面が気持ち乾き始めたところでまた乾燥工程に戻ります。袋裏返しを続けて10日ほどでかなり軽く感じるようになりました。ここからは冷蔵庫には入れず、冷暗所で袋もジップバッグに変えて口を開けた状態で乾燥していきます。朝晩2回状態を確認します。もし割れが広がってきているようであれば、袋の口を閉めておきます。次に確認するときに閉まっていたら口を再び開けて乾燥を進めていきます。袋についた水滴は拭き取ってからクグサを戻すようにしてください。
またもやジップバッグに変えてから3日目にカビが再び出てきました。今回は草の表面をすべて薄く削り落としてからブリーチの溶液をスプレーして、あとは自然乾燥させ、乾燥の工程に戻りました。この後はもうカビが出ることはなかったです。乾燥が進んでカビが好む湿度にならなくなったのだと思います。口を開けた袋で乾燥させるのは乾燥のスピードを遅くするためです。割れが見えるようになったら口を閉めるのは、表面の乾燥具合と中の乾燥具合を均一にすることで割れを閉じさせるためです。これを地道に繰り返すことで割れをコントロールすることができます。しかしコントロールができるのは乾燥を始めてから出てくる割れだけで、もともと割れてしまっているものは 100% 閉じることはないようです。それでも割れがひどくなることは防げると思います。この後2週間ほどジップバッグでの乾燥をして、その後普通の生活スペースでの乾燥を2週間ほどしました。最終的な形を整える工程です。外側は好みですので詳しくは解説しませんが、最後にクサの中を仕上げていく解説をしておきます。フックナイフでできるだけ凸凹がないようにしてからサンドペーパーをかけるようにすると時間が短縮できるので、できるだけ丁寧にフックナイフできれいにしておきます。サンドペーパーは60番からスタートします。凸凹がなくなり、つるっとなるまでかけます。最初の段階が一番時間がかかります。十分にきれいになったら120番に進みます。60番の削り跡が全く見えなくなり、均一になるまでかけます。同じように220番もかけます。最後の中と外の仕上げには00番のスチールウールを使い仕上げます。00番のスチールウールは一番細かいものなので、ナイフなど削り跡を残したまま仕上げていくことができます。最後にオイルフィニッシュにタンオイルを塗り込んでいきます。タンオイルには少し毒素があると言われているので、気になる方は草の外側だけフィニッシュするといいと思います。僕はタンオイルは乾燥すれば水に溶けないので問題ないと思っていますが、その辺は自己責任でお願いします。たっぷり塗り込み40分ほどオイルを染み込ませ、残ったオイルは拭き取り、2、3日かけて乾燥させれば完成です。
最後までご視聴ありがとうございました。本日の動画いいねと思ったらいいねボタン、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。それではまた。See you next time. Bye!